ティグランドジョンです。今回もね、こちらやっていきたいんですけども、前回ね、動画で上げたこちらの編成なんですが、早速ね、弱体化が入りました。呪文ですね。フロストマイトの呪文の方が、めちゃくちゃ強すぎたと。さすがに強すぎましたね。この呪文1枚で、フリーズの呪文の役割もできて、スケルトンの呪文の役割もできて、ほぼほぼ、トップ層の人たちもこの呪文をたくさん使用しているような状態になってしまいましたということで、弱体化が急遽入りました。ハロウィンイベントの時のラバルーンとかも同じような感じでね、緊急弱体化が入ってましたね。今回は弱体化が入ったこちらの呪文を実際に使ってみて、どれほどの影響があるのかとか、個人的意見をね、言えたらなと思います。早速やっていきましょう。早速やっていきたいと思います。ここでいっかな。ちょっと穴開いちゃってるんですけど、後で利用させていただこうかなぐらいで。シューターとかポツンと置いちゃったりして、念のためのテスラチェックのクッキーを出して、一発撃ってくれればめっちゃ強かったんだけど。迫撃砲の方はね、カットしてあげる必要がありますね。普通にこれは12時じゃないや、間違えた。3時の方から適当にね、突っ込むだけでもかなり展開が取れるんじゃないかなというところで。試してみますか。今まで通りだったら、普通に何も考えず全開は取れるかなって感じですが、どうでしょうか、実際。行きましょう。フリーズの呪文としてこちらを使っていきます、まずは。で、サイドカットを大きく行っていって、同じとこに2回打つのもどうなんだって感じはするけど、打っていきますか。外周部をこのクッキーで大きくサイドカットして内側へ入れていくと。これによって内側に戻ってきてくれる。で、ロイヤルチャンピオン角度つけつつ出して、ここでトーム打ちますか。ロイヤルチャンピオン両方入るような感じで。で、フリーズも打っていくと。で、こっちにもフリーズ打ってちょっとタウンホールちょっかいかけてみるか。あれタウンホールのフリーズの効果の切れるのが早いっすね。で、ここはキングが一人で壁殴ってるんで、ちょっとハイダメージもつけてみますか。フリーズ効果相当短くなりましたね。一応タウンホール直殴り出せちゃうんですけど、ちょっと出さずに様子を見守ります。フリーズよりこの止めてくれる時間が相当短く感じますね。それでも弱体化みたいな感じで、フロスティのね、ボムがしっかり当たってるような感じにはなってるので、効果自体はついてはいるんですけど、確かにこれは、細かいところでは大きく変わってきそうかな。秒数止めてくれるところは結構変わってるかな、これは。一発目でいいとこ引けたわ。すげえ美味しいな。回廊人ですかね。シューターぶっ刺しプランで良さそうかな、これも結局。タウンホールが真ん中にあってぐるぐる回るような配置なので、ルート矯正っていうのがちょっと難しいですね。シューターが一番輝けるようなところに打ってあげるのがいいかなって感じなので、12時終わる、6時になるんですけど、6時をちょっと、チェックの意味も兼ねたクッキーさん出しつつ、ここでね、フロストの呪文の方をね、しっかり、やっぱテストやりましたね。ここちょっとフリーズ打ちましょうか。これでフロストの呪文がね、つくんでね。あなた。これでもだいぶ止めてくれる時間は減った感じするな。で、これモノリスまでフロストの呪文をね、使うことで突破しようと考えてるんで、そこまでちょっと見ていってほしいですね。でも、シューターの燃焼ダメージがバカほど強いわ。勝手に壊れるな、これ。ほっといても。大丈夫だ。勝手に折れるわ。強すぎるから、このまま放置で、6時の方はサイドカットやってくれたことにしましょう。で、こういう回廊配置はね、やっぱ、サイドカットが必要なので、ちょっと、数体ね、混ぜます。サイドカット用のユニット。で、ここから本命の人たちも出していくと。
サイドカットのね、クッキーをちょこちょこ投げつつ、あれ触れてない。アンビのエリクサーとかもね、150手に入るような感じになりましたね。すごい雑にやっても強いのがね、この期間限定ユニットたちの強みですね。で、フロストの呪文をどんどん打っていかなきゃいけないというのを忘れてました。さあ、しっかりタウンホールの方へ道を貫いていってくれましたね。フリーズ、ここももう一回つけていきましょう。巨爆とかもいろいろありますが、ギリギリまでトームは貯めていきましょう。ここでトームを打って、タウンホール、これ、隣接してるので、キングが内側入った瞬間、ボコボコです。えぐい。で、外周部とかまあ適当に、キングでかっキングでかすぎだろ。結局あんま変わんないかな。クイーンの方も一応、引っかかってはいたけど、フリーズの呪文もだいぶ余りそうですね。テスラにも当たるタイミングで打ってあげてって感じですね。はい。結論、この呪文の弱体化が入っても、このルートライダーとクッキーがめっちゃ強いっていうところも変わらないので、全然まだまだ強いですね。おいしい。いいの引いてきた、また。美味しいですね。これはシューターかランチャーかですか。結構タウンホールも真ん中にあるんで、シューターをね、適当にイーグル方面に出して、下からか、横からか適当にぶっ込むって形になりそうかな。とりあえずシューター直差しするんですけど、テスラ生えてもいいような角度で、一瞬で、チェックもしつつって感じですね。1体はシューターを置くときはテストみたいな感じでこういう使い方をしてあげると。で、これ前提条件なんですけど、やっぱレジェンドリーグのトップ層とかだとまた配置とかもさすがに変わってくるんですよね。でもレジェンドリーグトップ層やってる人って本当に一部しかいないし、そういう人たちって僕の動画なんか見なくても自分たちで判断ができるんですよね。なのでそういった人たちに向けての動画では全くないですね。今更そういうことを言いますが。その上でですよ。僕もそうですし、こうやってファーミングとか、レジェンドリーグのそんなに高くないトロフィー帯で、結局影響どれぐらいあるのっていうのがやっぱり大事じゃないですか。その辺をね、しっかり検証していこうかなと思うんですが、結果的に言うと、呪文が弱くなったところで、このクッキーさんが強いんですよ。まず、前提条件。で、ルートライダーも強いと。やっべ、全部出しちゃった。いっか。これぐらいの方が分かりやすいかも。間違えて全部出しちゃった。じゃあロイちゃんまで全部いっちゃうか。でも明らかにこのフリーズの解ける速度と、あと、パーも結構落ちてるって話だったかな。さあ、ここでトームも合わせていきつつ、キングだけ完全に別動体みたいな感じで動いてますね。で、タウンホールが起動するので、ここでフリーズをかけてあげつつ、モノリスとかにもかけてあげましょう。呪文がめっちゃあるからね、どんどん自由にフリーズの呪文としてね、打ってっていいっていうところが強いですね、こうやって。フリーズの呪文もスケルトンの呪文も、同時に仕事をしてくれるわけだからね、いいです。自分の好きなようなタイミングで打つと。クイーンもここを黒く打っちゃいましょう。ロイヤルチャンピオンもブーメラン打って。はいと。ほいっと。はい。どんどんフリーズ固めていって、無駄打ちにはなってますが、どんどんやっていった結果、これも全開になりそうですね。フロストマイトがね、今ね、ここ、呪文として発生してくれて、マルチ IT を阻害をしてくれていますが、これのあれが落ちたんだってね。防衛施設への妨害度みたいなところも 50% から 30% まで弱体化が入ってます。シンプルに止めてくれる時間も1秒短くなってるって話だったかな。さすがに。で、フロストマイトの数自体も減ってるっていうところですね。さあ、またいい感じの村引いたんでやっていきましょうか。これはさすがにウッドランチャーでいいかな。ウッドランチャーでタウンホール反対から突き進むような感じでいきましょうか。で、サイドカット用にちょっとだけこのクッキーを流しつつ、中央突破をルートライダーでやっていくっていう、いつものスタイルでやっていこうと思います。
とだけずらしつつ。で、ロイヤルチャンピオンまで行っちゃいます。ここで一気にトームを打って、まあちょっとここのフリーズの呪文をね、打たずに、結構タウンホールに近いところの方がね、多いんでね、重要な防衛セットたちは。ここまでは呪文を打たずに進めてみましたが、どうでしょうか。タウンホールのところもしっかりフリーズかけつつ、投石も両サイドかけていってみましょうか。で、タウンホール届くぐらいで、ここフリーズとかもどんどん打ってあげて、そうするとタウンホール裏のところも結構ね、防衛説あるので、固めてあげて、タウンホールまで届いて、まあ、タウンはさすがに落とせるでしょう。いや、まあ結局ユニットが強いな、これはな。キングを2人で倒してもらって、まあ、ロイちゃんも止まらないし、フリーズもまだ5発あんのか、これ。ルートライダーがやっぱ強えな。ロイヤルチャンピオンはディギーがいないので、ここは能力解放されていきますが、まあ、適当に。クローク。キングも能力余ってぐるぐる。うわー。うん。強いわ。うわー。めっちゃ美味しい。ありがてえ。ちょっと対策陣か。それはそれでちょっとめんどくさいな。まあ、ウッドランチャーがね、最悪なくても、このルートライダーが道を作ってくれるので、実質、同じような役割をしてくれるんですよね。さあ、立て、頑張れ。オッケー。テスラがないのも分かった。いいチェックだ。どうしようかな。どう行こっかな。この辺から行きますか。で、ここ、おお、テスラここなんだ。ほいほいほいと、どんどん打っていって、ユニットが流れないようにかけていきます。ロイヤルチャンピオンも追加しちゃっていいね。そうも打っていって、イーグル砲だったり、モノリスだったり、この辺をケアしていきます。シューターもうちょっとだけ待ってあげるのもありだったかなって感じかな、こうなると。シューターの削りが、もうちょい、見たいところではあるんですが、タウンホールのところも当然かけてあげつつ、ウィンにかかるようにレイジをかけてあげるのが良さそうですね。やっぱフリーズとしての拘束時間はだいぶ短くなっちゃった感じはあるかな、これ。うん。ダメージ入れてきますね。キングがリクスケルトンとかにも強いからね、ここドカドカと範囲ダメージを入れてくれて、タウンホールも一瞬の処理。ロイヤルチャンピオンは HP 回復のための能力も回復。やりつつ、ここはクローク気づいたら全開。壁の跡がすごい。はい、というわけでね、いくつかのリプレイね、見てもらったと思うんですが、結論なんですが、レジェンドリーグトップ層以外は変わらないです。弱体化はちゃんと入ってるんですけど、レジェンドリーグの、ある程度上の方でしっかりね、こういった編成を対策するような配置を出してくる人だったりとか、に対しては、ある程度弱体化を感じられるかなっていうところで、弱体化自体は感じてるんですけど、それでも全開を取れてしまうスペックがあるので、全然弱くはなったけど全開変わんないよっていう話ですね。やっぱルートライダーが強いっていうのと、フッキーも非常に強いですね。あとはシンプルにヒーローも強いし、キングのジャイアントガントレットもめちゃくちゃ強い。ファーミングで使う分だったりとか、レジェンドリーグのね、ある程度中盤ぐらいまでだったりとか、この辺まではそんなに関係ないかなと思います。まだ使ったことなくてね、使うことを悩んでる方だったりとか、どうやって使ったらわかんないよ、今からでも間に合うかなって思ってる方も全然まだまだ間に合いますということでね、もうこんな感じで割と雑にラフにやって全然強いです。たまに全開取れないことがあるかもしれないけど、全開取れない方がレアっていうぐらいのスペックになってます。とりあえず僕はね、防衛援軍が出てこないマルチ環境っていうのもあるんですけど、この編成にして一度も全開を取り逃したことはありません。さすがにこれは取り逃す理由がないです。それぐらい強いです。
というわけでね、本日はこんな感じで終わろうと思います。僕もね、この編成使ってまだまだファーミングして、キングのレベルもまだ92ですし、ヒーローギアとかもね、どんどん上げていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価、レシピさんと見ましょう。さよなら。